皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI が17年間誰にも気づかれなかったバグを完全自律で乗っ取ったその同じ週に米国の AI 規制が180度ひっくり返ったという AI 業界が一夜で景色を変えた話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ミソスが17年バグを乗っ取ったたった1行のニュースなのですが、これが今世界中のセキュリティ担当者と政府関係者を眠れなくさせています。アンソロピックの最新 AI ミソスが17年間世界中の誰一人として気づかなかったソフトウェアの欠陥を人間の手助けゼロで発見し、しかもそれを使って完全に乗っ取ってみせた。これはサイバー攻撃の歴史で初めての出来事です。そして偶然なのか必然なのか、まさに同じ5月5日、トランプ政権は AI 規制について真逆の方針転換を行いました。今日はこの1週間に何が起きたのか、5つの大きな動きに分けて丁寧に解説していきます。ここから少し前提を整理させてください。アンソロピックというのはクロードという AI を作っているアメリカの会社で、ミソスはそのアンソロピックが今春発表したサイバーセキュリティ専用に強化された最新世代の AI です。普通のチャット AI が文章を書くのに対し、ミソスはコードを読み、欠陥を探し、攻撃の手順まで自分で組み立てられる、いわば自走するハッカー AI と思っていただければ近いです。一方の CAISI は米国商務省ニストの下に新設された AI 標準イノベーションセンターで AI の事前審査を担当する政府機関です。この2つを覚えていただければ今日の話がぐっと入りやすくなります。それでは1つ目のセクションです。5月5日、何が起きたのか。この日 CAISI は Google、DeepMind、マイクロソフト XAI の3社と新しい AI モデルを公開する前に政府が中身を審査するいわゆる事前審査協定を締結したと発表しました。実は先行して昨年からオープン AI とアンソロピックの2社はすでに同じ枠組みに入っていたので、これで米国の主要な AI ラボ5社全社が政府の事前審査体制に組み込まれたことになります。ここまで聞くといい話ですね感じる方が多いと思うのですが、ニュースの本当の驚きはこれを発表したのがトランプ政権だったという点です。トランプ政権は今年1月の就任時、 AI に余計な規制はかけないと明言し、前のバイデン政権が作った規制系の大統領令を片っ端から廃止していました。 AI アクションプランも規制なしで突き進むという方針で打ち出されたばかりだったのです。それがわずか4ヶ月でハセット国家経済会議委員長が事前評価ロードマップを盛り込んだ新しい EO、 つまり大統領令を策定すると示唆するほぼ180度の方針転換に踏み切りました。ギョン経済誌フォーチュンはこの出来事をトランプ政権が自分たちが嫌っていたはずの政策をぎゅっと抱きしめた瞬間だと表現しています。なぜここまで急に変わったのか、その鍵が次にお話しするミソスの17年バグ完全自立エクスプロイト事件にあります。2つ目のセクションです。ミソスが17年間放置されたバグを完全自立で乗っ取ったその詳細をできるだけ平たくご説明します。舞台になったのは FreeBSD という OS の中にある NFS というネットワーク越しにファイルを共有する仕組みです。会社や研究機関のサーバーで広く使われている地味ですが超重要なソフトウェアです。今回見つかった欠陥は正式名称を CV2026-4747 多頭 CV2026 の4747番といい、技術的には RPCSecGSS という認証部分のスタックバッファーオーバーフローと呼ばれます。難しそうですが、要はメモリの決まった場所に決まった量しか入らないはずのデータをわざと多めに流し込むことで本来書き換えられない部分まで書き換えてしまうという古典的な手口の脆弱性です。問題はこのバグが17年間世界中のセキュリティ研究者の目をすり抜けて
コードの中で眠っていたことです。そしてそれをミソスは人間の助けなしに自分で見つけ、自分で攻撃手順を組み立て、認証なしでルート、つまり最高権限を奪う、いわゆるオーセンティケイテの RC ウアシリモートコード実行を成功させてしまいました。さらに驚きなのが攻撃の細かさです。ミソスは20個のガジェットを組み合わせたロップチェーンという極めて職人的な攻撃コードを生成し、しかもそれを複数のネットワークパケットに分割して送り込むという人間の熟練ハッカーでも数週間かかる作業を自走でやってのけました。アンソロピックは公式声明で、ミソスはコーディング能力において超人的な再熟練者を除く全人類を超えたと表明しています。つまり世界トップクラスの一握りの天才を除けば、もう人間は AI にコードで勝てないと会社自身が宣言したわけです。これがどれほど業界に衝撃を与えたか想像していただけると思います。3つ目のセクションに進みます。この恐ろしいほど強力なミソスをアンソロピックは決して悪用させないために、プロジェクトグラスウィングという共同防衛プログラムを立ち上げました。参加しているパートナーが本当に豪華です。 AWS、アップル、ブロードコム、シスコ、クラウドストライク、グーグル、JP モルガンチェイス、リナックスファウンデーション、マイクロソフト、NVIDIA、パロアルトネットワークスに加え、電力や水道、通信といった重要インフラを運営する40社以上が名を連ねています。アンソロピックはこのパートナーたちに対してミソスを使うためのクレジットを総額1億ドル、日本円でおよそ150億円分配布すると発表しました。さらに世界中のオープンソースソフトウェアを守っているセキュリティ団体に400万ドル、約6億円を直接寄付するとしています。要は人間が17年見つけられなかったバグを一瞬で見つけられる AI が出てきた以上、防御側の手にも同じ武器を渡さないと世界中のソフトウェアが丸裸になるという発想です。ここまで聞いて日本企業の名前が一つもないですねと感じた方、鋭いです。プロジェクトグラスウィングの初期パートナーリストに日本のメガバンクも日本の通信会社も日本のクラウド事業者も入っていません。つまり世界の重要インフラ防衛 AI ネットワークの中で日本だけが今輪の外側に立たされている状態なのです。これがどれほど大きな格差かは次のセクションでもう一段はっきりしてきます。4つ目のセクションです。日経新聞が5月1日に報じたもう一つの重要な動きをご紹介します。アンソロピックは現在ミソスの提供先をアップルやマイクロソフトなど米国企業約50社に絞って限定公開しているのですが、これを日本を含む海外の企業にも広げる計画を発表しました。日本の金融機関や通信会社、観光庁にとっては世界最強のセキュリティ AI が手に入るかもしれない朗報です。ところがここで思わぬ伏兵が現れました。米政権、つまり先ほど方針転換したばかりのトランプ政権が安全保障上の懸念からこの海外提供拡大に反対していると報じられているのです。理由はシンプルで、ミソスほど強力な AI が海外に渡ればその国を経由して敵対国家にコピーが流れたり機密技術が解析されたりするリスクがあるという判断です。日本としては同盟国なのだから当然 OK でしょうと言いたいところですが、米政権の慎重姿勢は崩れていません。そしてさらに5月5日 NHK はアンソロピック CEO のダリオ・アモデイ氏が中国は半年から1年でミソスの脆弱性発見性能に追いつくだろうと警告したインタビューを配信しました。ミソスは現時点でブラウザの Firefox だけで約300件、世界中のあらゆるソフトウェアを対象にするとすでに数万件規模の未知の脆弱性を発見済みだとされています。半年後、もし中国の国家系 AI が同じことをできるようになったら何が起きるか。世界中の発電所、
銀行、病院、政府システムに眠っているまだ誰も知らない欠陥を敵対勢力が先に見つけ、先に攻撃に使える時代が来てしまいます。アモデイ氏の警告はミソスの提供拡大を急ぐべきだというアンソロピック側の強いメッセージでもあるわけです。5つ目のセクションです。日本の視聴者の皆さんに特に知っておいていただきたい動きを2つお話しします。1つ目はトレンドマイクロです。日本初のセキュリティ大手であるトレンドマイクロは4月14日にアンソロピックと AI セキュリティ提携を発表しており、この5月ボメフェニックスで開かれる大規模会議でその提携が本格的に動き出します。世界中のサイバーセキュリティリーダー600名以上が招待され、アンソロピックも登壇予定です。日本企業がアンソロピックと組んでミソス世代の AI を防御側で使いこなす道筋がここで具体化される可能性があります。2つ目は米国の CISA、NSA、カナダ、英国、ニュージーランド、オーストラリアのシグナルズディレクトレートが共同で出した最新ガイダンスです。このガイダンスの数字が衝撃的でして、サイバー攻撃が侵入してから外部にデータを盗み出すまでの平均時間が2022年は8時間だったのに対し、2025年は何と22秒まで短縮されているのです。8時間から22秒、1300倍以上のスピードアップです。これは攻撃側が完全に AI で自動化されたことを意味します。さらに同調査ではサイバーセキュリティ専門家の 48% が自分で考えて動く AI、いわゆるエージェンティック AI を2026年最大の攻撃手段として警戒していると答えました。日本の企業や行政にとってこれは決して対岸の火事ではありません。ミソス級の AI が攻撃側に渡る前に防御側として同じ世代の AI を導入し、プロジェクトグラスウィングのような国際協力の輪に入れるかどうか、今週起きた一連の動きはその分かれ道に日本が立っていることをはっきり示していると言えます。最後にまとめです。5月5日からの1週間で起きたことを整理すると、アンソロピックの最新 AI ミソスが17年放置のバグを完全自立で乗っ取り、トランプ政権が180度方針転換して AI 事前審査体制を整え、プロジェクトグラスウィングで100億円規模の防衛 AI クレジットが配られ、しかし日本企業はその輪の外にいて、同時にアンソロピック CEO は中国が半年で追いつくと警告したという流れです。AI 規制の景色が本当に1週間で変わりました。日本としても防御側の AI 整備と国際協力枠組みへの参加がもはや待ったなしの状況です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で